皆さんこんにちは、新名秀彦です。今日は転移ではない2つ目の大腸がんがどうして見つかったのかということを踏まえて、自分の体を守る考え方をテーマについてお話をしたいなと思います。今日はですね、見ての通り今病院に来てます。薬の投与と CT と MRI 検査、それから内視鏡検査をね一気にするということで病院にいます。1年ぶりぐらいのね、大腸の内視鏡検査で今からね頑張って、こちらの方ですね、皆さん知ってると思うんですけど、約2リットルぐらいですかね、飲んでいこうという状態です。あまり美味しいものではないんですけども、こういった形でね、わかるかな、氷を、ね、入れると結構飲みやすくなるのでね、知らなかった方はぜひ試してみてもらうといいかなと思います。ということで、ちょっとね、飲みながらいきたいと思いますので、本題に入りたいと思うんですけど、以前内視鏡検査の感覚について先生とね話をしたことがあります。でその時先生からは、まだ半年だから大丈夫だと思うよ、年に1回でいいと思うよと、そんなことをね言われました。医学的な経験だとか知見をもとに、必要以上にね心配しなくてもいいよ、先生はそう言ってくれてるんだと思うんですね。体にもね負担になるからね、そんなことも言ってくれてました。でも僕はなんとなくですけど不安でした。はっきりとした症状があったわけでもないし、痛みがあったとか、血便が出たとか、そういったことでもなかったです。ただ自分の中でもう少しね早く見てもらった方が安心できるな、本当になんとなく不安だから今回やっておきたい、本当になんとなく不安、ただそれだけの理由で今回ねやっておきたいなっていう気持ちが消えませんでした。そしてその不安を無視しないで半年でね大腸の内視鏡検査を受けました。するとがんがね見つかりました。今日はこの経験を通して自分がね感じたこと、学んだことをお話ししたいなと思っています。ただ最初にお伝えしておきたいこと、これは先生を責める話ではもちろんないですし、先生が悪かった、間違っていた、そんな話をするつもりは全くありません。むしろ僕が伝えたいのは、先生も完璧ではない、神様ではないので、人間なので全てお見通しということはありえないと思います。だからこそ自分の体のことを自分でもちゃんと考えることが大事じゃないかな、そんな風にね考えています。病院に行くと僕たちは先生の言葉にね安心したくなる、そんなことがあると思います。大丈夫ですよとか、様子を見ましょう、急がなくてもまだいいと思うよ、そんなことをね言われるとほっとしますよね。僕もそうでした。プロである先生にねそう言われると、じゃあ大丈夫なのかなとか、やっぱり心配しすぎだったのかな、そんなことを考えると思います。特に検査って楽なものではなくて、正直ね時間も使うのでちょっと面倒くさい、そんなことを思ったりもすると思います。特に大腸の内視鏡検査は準備もありますよね。寝る前から下剤も飲んで、当日もねお水を飲む、こういった形でね飲むことになるので、時間も体力も使うと。だからこそまだね、受けなくてもいいよとか、1年空けても大丈夫だと思うよ、そう言われるとなんかこう受けないでいい理由が見つかったような気がすると思うんですね。そしてなぜかちょっと嬉しい、大丈夫っていうこうお墨付きをもらったようなね気になったりする。症状がないから大丈夫とはもちろん限らないわけで、前回の検査から時間が短いから安心というわけでもない。もちろん多くの場合は先生の判断で問題ないことが多いと思います。ただ全ての人にそれがね全部 100% 当てはまるかっていうとそんなわけはなくて、当時ね自分が強く感じたのはまさにそこの部分でした。僕が半年で検査を受けようと思った理由は明確な根拠があったわけでもないし、もちろん医療の知識があるわけがないです。ただなんとなく不安だった。このなんとなくっていう感覚は人にはね説明しづらいもので、家族にね話をしても先生が大丈夫って言ってくれてるんだったら大丈夫なんじゃないのとか、そんなに心配しなくていいんじゃないの、不安にさせないように、そんなようなことをね言われることもあると思います。僕も家族に聞かれたらきっとそう答えるんだろうなと思います。そして自分でもやっぱりね思う時もあります。気にしすぎなのかなとか、やっぱ心配しすぎなんだろうか、先生の言う通りそれでいいんじゃないのかな、そうやって自分の不安を押し込めようとするということもあると思います。でも自分の経験から思ったのは、自分の不安にはちゃんと向き合った方がいい、ちゃんと付き合ってあげた方がいいと思います。不安だからすぐに大きな病気だとか、そんなことは当然なくて、不安になったから必ず検査をしないといけない、そんなわけでもないと思います。でも不安があるんだったらそれを先生にちゃんと伝えるってことはすごく大事じゃないかなと思っています。先生は1年後でもいいと言ってくれたんだけども、でもどうしても不安なんだよね、半年で検査は早すぎ、ダメとかね、僕このダメって聞き方よく子供みたいにね言ってしまうんですけど、そんなことをね僕よく言ったりします。
先生に全部お任せするとかいうものではなくて、先生と一緒に考えていくということが大事じゃないかな。僕はそんな風にね、自分の経験から考えています。そしてここはね、本当に誤解してほしくないところなんですけど、先生を責めたいわけではないってことです。先生は毎日たくさんの患者さんを見ている。限られた時間の中でね、本当に症状だとか検査結果、過去の経過、年齢、リスクなどを見ながらね、判断していると思います。そして僕もね含めたたくさんの人たちが命を救われているという事実はあります。だから先生を否定するつもりっていうのは全くないです。ただ先生も人間なので、どんなに優秀な先生でも未来を完全に見通すことはありえない。検査をする前に体の中でね、何が起きているかを 100% 知るなんてことはありえないわけで、だから検査するんだと思うんです。おそらく大丈夫だよとか、可能性は低いと思うよ、急がなくてもいいと思うよ、そういう判断はできたとしても絶対に何もないということは言い切れないと思います。だからこそ患者側も先生が大丈夫と言ったんだから大丈夫と丸投げするのではなくて、先生のね意見を聞いた上で自分はどうしたいのか、それを考えることが大事じゃないかなと思います。人に決めてもらうのはすごく楽です。自分で考えなくていいので。でもそれではいけないんじゃないのかな、僕はねそんな風に感じています。そして僕は半年でね、大腸の内視鏡検査を当時やってもらいましたけども、結果大腸にがんが見つかったということです。この時はマジでっていうのでね、すごくシンプルに驚いた。まだがんができやすい体質なんだっていう驚きと、やってよかったっていうね、自分の意思を貫いてよかったなっていう安心感というか喜びっていうのはすごく大きかったかな。もし1年空けてたらどうなってたんだろう、そんなこともね、考えたりもしました。あの時自分のその不安という感覚を無視しなくてよかったなと思いました。もちろんこれは結果論です。誰もが必ずしも半年で受けないといけない、そんな話ではないです。検査をね受ける以上、費用や時間もかかりますし、体への負担もかかってくる。だから検査のタイミングっていうのは人それぞれだと思うんです。でも少なくとも僕は自分が不安に思っていることをちゃんと言葉にしてよかったなと思っています。この経験を通して患者側としてね、大事にしたいと思うことがあります。それは先生を疑うということではなくて、対立するということでもなくて、大事なのは遠慮しすぎないことなのかなと思っています。病院に行くとついつい遠慮してしまうことってないですか？なんか先生忙しそうだなとか、こんなことを聞いたらいけないのかなとか、先生がそう言うんだったらこれ以上言わない方がいいのかな、そう思ってしまうことってあると思うんです。でも自分の体のことなので、不安があるんだったら素直に正直に聞けばいいと思いますし、納得できないとかよくわからないってことがあるんだったらもう一度説明をしてもらう。それは先生を否定するということではないと思うんですね。むしろきちんと話し合うために必要なことだなと僕は考えています。例えば先生のね言うことが合ってるんだろうけど、でもなんか不安なんですとか、できればやりたいんですけどダメですかとか、念のためにねもう少し早めにやりたいなと思うんですけどとか、こういった質問をするとか自分の気持ちを伝えることっていうのは自分自身も納得しやすくなるんじゃないのかなって思います。そして先生もね、こちらがどんな不安を持っているのか、どんなことを考えているのかっていうことが知ることができるというメリットがあると思います。自分の気持ちを伝えることはすごく大事じゃないかなと思います。この経験を通してね、僕が当時学んだことは、自分の体の責任は最終的には自分自身だよということだと思うんですね。もちろん病気を自分で診断することはできない、検査も治療も受けることはできない、先生の力が必要です。でも自分の体の小さな変化とか違和感、不安に最初に気づけるのは先生ではなくて自分だと思うんですね。自分しかいないと思います。なんとなくおかしいとか、いつもとなんか違う、説明を聞いてもまだなんか不安が残るんだよね、こういうちょっとした違和感を感じれるのは自分しかいないと思います。そしてその感覚を全部無視してしまうと後で後悔することが多くなってしまうんじゃないのかな。だから僕は先生の話はしっかり聞きながらも自分の気持ちも同じぐらい大事にしたいなと思っています。先生にね、任せっきりにするのではなくて一緒に考える。先生の判断を尊重しながらも自分の不安もちゃんと伝える。それが自分の体を守ることにつながるんではないのかな、そう思っています。今回のこの動画でね、僕が伝えたいことは、必要以上に怖がるということでもなく、先生の言うことを信じないでください、そんなことを言うつもりも全くないです。伝えたいのは、先生の言葉は大切。でも、自分の感覚、自分の心の声も大切にしてほしいということです。先生は専門家です。でも完璧ではないということです。そして僕たち患者も何もわからないという存在ではないと思うんですね。自分の体を毎日感じているのは自分自身です。不安があるんだったらその不安を大事にすればいいと思いますし、疑問があるんだったら質問していく。納得できないんだったらもう一度聞いてみる。それはわがままでは僕はないと思います。自分の命と向き合うためにとても大事なことなんじゃないかなと思っています。今回僕は1年ぶりに大腸内視鏡検査を受けます。
以前半年で検査を受けた時に大腸がんが見つかった経験があるのでね、やっぱりちょっと不安になるという時ももちろんありますし、逆にね、この感覚で受けていれば、もし見つかったとしても早い段階で見つかるという期待を持っています。不安があるからこそ検査を受けるし、安心するために確認をする、自分の体を守るために行動する、そう考えています。もしこの動画をね、今見ている方で、先生に大丈夫って言われたんだけど、なんとなく不安が残ってるなとか、検査を迷っている、自分の体に違和感を感じてるんだけど、どうしたらいいんだろう、そう思ってる方がいたらね、ぜひ先生に一度相談してみてもらいたいな。自分の体を守るために行動するということかなと思います。先生を信じることと自分の感覚を大切にすること、僕はこれ両方とも大事だと思います。どちらか一方ではないと思います。両方大事だと思います。経験からそういうふうにね、感じています。この動画でね、同じように不安を感じている人にとってね、少しでも考えるきっかけになってくれると嬉しいなと思っています。そして、チャンネル登録、いいねボタン、ぜひしてもらえると嬉しいなと思っています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。それではまた。